今日のゲストは東京浅草組合元事務長の K さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。料亭都通りのおかみさんであり、おかみさんになる以前は芸者千景として浅草の千景としてもう大活躍なさった方でございます。おかみさんはねなってからはともかく千景さんって芸者さんの時からもねちょっとねなんていうんだ我々からちょっと別格なんですよ。まあ、恐れ多い部分もあったりするんですよ我々の立場からすると。そんなで事務長って言うけど昔よく箱屋っていう仕事をしてたわけですよね当時ね。まあ、事務長って名前ついちゃったけどだから箱屋の立場からすると芸者さんっていうのはもう上の人だからそれで中でもね別格でしたよ若かった時からそういう方です。恐れ多い部分もあるんですけどね思い出した範囲でお話ししようかなって思ってます。よろしくお願いします。箱屋っていうのはね、まあ、知ってる人は知ってるんだけど三味線を入れる箱があるんですよね。長箱って言ってね。その長箱を芸者さんがお座敷からお座敷に移動する時三味線を持ってお姉さんと一緒に行くとかあとはまあお家からお座敷行く時に三味線を一緒に持って行くとかそういう仕事してたわけで、まあ、箱屋っていうのは三味線の箱のことなんだけどね戦前というかここの花柳会が明治時代に組織できた時から箱屋さんっていうのはもういてね箱屋っていうのは影の人間だけれども非常にね大事な存在だったんですよね。芸者さんの身の回りの世話はしませんけどそれは桶屋さんにいる女中さんたちがやってたけどで我々はまあお使いとか三味線の移動っていうのが主な仕事。箱屋ってね昭和の初期ぐらいまではねあんまりいいイメージなくて。そうなんですか？そうですね。学校の成績でも大昔は甲乙平定っていう1234じゃなくて有料科でもなくてその以前は甲乙平定まあおかみさんも知らない時代ですからね。その時にね社会的な地位から言うと甲乙平定の定なんで定って箱定って言われた理由だ。箱定それだけね社会的な立場としてはねずっと下でね、まあ女性に使われている人間だから当時ほら大昔は男尊女卑じゃないですか。で男はもう女性はもうずっと下で女性に使われてる人間だから低いんですよ身分が。で箱定って言われた。戦前ですけどね戦後はそれはないんだけど当時鍵盤っていうのはね箱屋さんがいて事務員がいて集金係っていうのがその時の箱屋って言われる人がね18人ぐらいいたの本当に。すごいね。それがねA と B と分かれて交代になるんですよ。芸者衆もほら人数もものすごい数だったから。僕来た頃250人ぐらい。250人。料亭待合が75軒あった。これは鮮明に覚えてる。K さんはそこにされてた時はおかみさんは何ですか？おかみさんはね学校へ行って私は生まれ育ってるから芸者さんでも何でもないもう子供の頃からもう K さんを見てきてるから。そうですね。私はだから昭和ね44年に出たのが44年ですか。反玉で出たのが44年なんですよ。だから僕来た頃はおかみさんまだ小学校で学校行ってた可愛い小学生がいた。それが芸者さんになっちゃって。可愛い小学生だったんですがでそれは44年とおっしゃったけど44年ちょっと花柳界がもう戦後の全盛時代ものすごい忙しい時代でした、東京オリンピックが39年にあった忙しかった。もうすっごかったですね。だから本当に一番いい時代を私はもう芸者さんで経験させてもらったと思ってますね。そうですよね。
よくバブルの頃はすごかったっていうけど、あんなもんじゃなかった。私からしてみるとこう風船だったらバブルがこのぐらいだったとしたらもうこんなでしたよ。もうお座敷終わってからもう本当はいけないんですけど。ほんじゃみんなでご飯ほら飯でも食いに行こうかとか言って芸者さん4人も5人も連れて六本木だの赤坂だのわーってお座敷終わってから行ったり、それずっと玉台ついてるわけですからね。そりゃ働けたよね。そうですね。料亭さんなんかもう12時で閉まるとこなんかなかったんじゃないかしらそうですね。1時2時が普通だったんじゃないかな。一応営業時間はあるんだけど夜中だね。みんなただ私あれですよ、今だからいいんですけど、ちょっと未成年だったから内緒で行ってましたけどね。反逆お釈さんだったじゃないですか。そうすると当時は、とかくね警察うるさかったんですよ、公安委員会がね。うるさかったですよ。だから11時過ぎるとぽっくり履いて歩けないんでね、歩けないからぽっくり持って旅裸足で歩いて家帰るとか、おかみさんの草履借りてくるとか、なんかしてどっか行っちゃうとか。ぽっくりにはねそこ穴開いててその鈴が入ってんですよ、チャリンチャリンになるんですよ。だからバレちゃうからね、それで行きましたねよく。それがまた楽しかったんだ。そうだよね。いや本当にね浅草って土地はね、とにかく警察の目がうるさかったんだよ。国家公安委員会って。でも浅草だけでしたよね。でも15から出られるのはね。出られるっていうか内緒で18っていうことにして出られるのも浅草だけでしたよね。そうですね。赤坂さんとかダメでしたもん。ちゃんと18って言うんだよって、なんで18って言わなきゃいけないのかなと思って、それで「はい」って言ってね。そうですよね。お客様に「いくつ?」って聞かれると「はい18です」って言うと、周りのお姉さんたちも私ここで生まれ育ってるから知ってるからね「何言ってんのちかみちゃん16でしょ」とかって周りでみんなで周りが壊してくれるみたいな「いやはあ」とかなんか言ってね。風営法がねどんどん変わってきたから18にならないとダメになっちゃったんだけど、戦前とかも15とか戦後でも間もなくは12歳とか13歳とかあったっていうもんね。箱屋さんも遅くまで働いて。もうそうですよそうですよ。当直で順番で住み込んで泊まってたの。鍵盤に住み込んで、そう2人ずつ泊まってたんですよ。なんたって女状態だから何かがあればちょっと来てって言われたりさ「はい」って行くとネズミが出たのよ、ゴキブリが出たのよね、そういう用事までくだらない用事、酔っ払いまで鍵盤にどん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 と起こされたりどんどん叩いて、ね「酒持ってこい」っていう立ちの悪いお姉さんもいたし「もうまた来たよ」って言って。いないふりはできない。いやできないですよ。だって絶対いるものだから。お客さんは神様ですっていうのと同じようで、我々は芸者さんはもう崇め立てからもう大変な方なんだから、そういうふうに教育されてきたんですよね、我々の方もね。酔っ払いのお姉さんが来ても快く「どうぞ酒買ってこい」って「はい」夜中に売ってないんだけど当時だしね、何かしらねストックがあるからお酒出して。またね箱屋さんたちも結構その運び屋みたいなそういうところでね結構飲んでた。だって当直ですぐ寝らんないから、寝るわけいかないから、みんな私たちもよく差し入れしたりしてた。そうですね。当時はね消防の役目も火消しに行ったことはないですよ。火事はもう1回ぐらいしかなかったけども、刺し子って言ってね頭が消防士が着る、それとヘルメットが消防のかぶる。だからあそこにかかってたんだ、昔。知ってます？かかったでしょ。かかってたヘルメットと。そうですよ。あれが用意してあったんですよ。要するに消防団みたいなもの。消防団。何かあった時にそれ着て出動しなきゃいけない。なるほどね。いろんなことやる。唯一来たのはね、暮れの日の用心。これはやらされたんで、刺し子着てね。広用心この中回ったんですよ。芸者さんがねでもそんな偉いもんだなんて教わったこともなかったからね。ちゃんと箱屋さんでこうしてもらいなさいって私なんかは言われて育ったからね。箱屋さんに偉そうにっていうのは私したことないつもりではいるんだけど。いやないですよ普通は。でもあんだけいるといろんな人いますからね。こうなんて言うんだろう、
口聞けないってことはないけど、うん仕事以外の会話ってあんまりな言われてみかったかもしれない。るとそうなのかもしれないですよね。うんないんですよね。仕事以外偉そうにしてるわけでも何でもないんだけど、うんなんだろう、またその暇もなかったのかもしれない。そうですよねうん偉そうにしてるわけではないんですよ。こっちがへりくだってるだけで。次はだって仕事が始まっちゃうと次はどこみたいな話で、そうですよねそれしかないからね。お出先さんから必ず電話を固定電話で鍵盤に電話してお約束っていうのがあって、そこの場所にね箱屋さんがその紙を持ってきてくれるの。後口、今日は何年何年どこそこの後口ですよ。それを見ながら電話して「まだここ間に合いますか?」とか「どこ行ったらいい?」とか、そうすると「どこそこで請求ですよ」って「分かりました」って。だから料亭さんの私みんな電話番号覚えてましたよ。そうですよね。そういですよね。ちいちこんなん探してたら時間取っちゃうから、もう早く覚えてたったったとにかく早く行って早くこなさなきゃいけないって怒られちゃうけど、そうですよね。そう何軒回れるかっていう話だから。そのね、お座敷を連絡するその紙とおっしゃったその紙はね、愛情って言あ、そうってそう、はい、そうだ。愛情ってね色っぽい名前ついてるんですよ。愛情って合うという字がねこの合うなんですよ。我々こう座敷まで入ってきて知らせるわけいかないから、帳場にいて帳場で誰々姉さん呼んでいただけませんかって言って呼んでくれる時もあるし呼べない時もあるし、まあ、本人の都合で降りてこない時もあるし、いろいろあるんですよこれ。私たち出たいんだけど料亭さんに止められちゃうとかね。本当は次のお座敷行かなきゃいけないお客さんなんだけど行けない、行きたくないっていうのもあるわけですよ。ね、そのお客さんと芸者さんわがままだからね。あそこ行きたくないのよ。お客さんはさ気に入って呼ぶけどさ呼ばれる芸者さんもあんまり気に入らないで行きたくないって場合のもあるわけ。そこをうまく断りに行くわけですよ我々が。行きたくないのよ、あそこ実はさ、誰それさん嫌いなのとかみたいな。芸者さん本人が行かれませんとかだからうまく言っといてみたいな。嘘も方便でまあそれもテクニックなのね。箱屋のテクニックでいろいろありましたよね。そういう中継を我々は狙ってたという。たまにお帳場で飲んでる時あるからね、ねお客様入れなくて。それだけ忙しかったってことかな。嘘みたいですね今考えたらね。そうみたいよもう、ね二度と来ないでしょうね、ああいう忙しさは。みんなそういう昔の今お話ししていただいたような昔のこととかそういうことにおいても何にしても分かる人が K さんしかいないから、それをまた学ぼうっていう人が、これも芸者さんのジレンマと一緒で箱屋さんも学んでってもらいたいなって思うのがもう希望なんで、それまでは K さんなんとか頑張って元気でいてください。僕はもうとっくにもうやめてる人間なんで本当はね。とにかくお互いに頑張そうですりましょう。ね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。